はい、こんにちは。札幌で陶芸やってます。橋本忍です。今日はですね、前回の動画で作った、朝鉢、あれの削りをやっていきますね。削りに関してはね、今までも何回か動画にしてますが、特別今までと変わったことはないんですが、なんとなく解説しながら削っていきますので、よろしくお願いします。じゃあ、まず、この間のこれね、はい、箱に入れてます。そしてこれをよいしょね、これはいつものようにね石膏板の上で作ったので、これは簡単に外れると思います。はい、パコッと外れました。こういう感じ。これが石膏板のいいとこですね。これはちょっと 2,3 日置いてありますけど、2,3 日経てば簡単に外れるようになります。じゃあね、削っていきます。で、今回はシッターを使って削っていきます。削る前にまず確認するのが器の底ですね。底はどういう形になっているのか。今回で言えば、底はすごく狭いです。こう尖っているのでね、底は狭いです。もう点みたいな底です。そしてあとはカーブ、この見込みのカーブはどうなのか。だいたい直線に近い感じです。気持ちいい湾曲してますけど、ほぼまっすぐにしてますね。であとはそうですね、例えばじゃあ軽く触ってみて、届く範囲ですけど、どっか厚い部分があるかないか、どこら辺から厚くなっていってるか、そういうのをあらかじめ削る前に見ておきます。今回の場合は、全然均一にうまく作れてますんで、削るのは本当にこの腰回りですね、底のあたりだけで済むと思います。じゃあ削っていきましょう。ちょっとシッタの中心がずれてますね。シッタの中心を合わせて、よし。このね、シッタでね削る時の中心取るのがね、やっぱちょっと難しいですよね。で今回シッターはこのサイズに対してはちょっと小さめのシッターになってるんですけど、この小さい方が、傾きをね調整できるのでいいんですよね。どうしてもこういうちょっと大きめの鉢っていうのは作った時、割としっかりねピシッとできていても、ちょっとこう乾いてくる時点とかで、少しずつ歪んだりとかあるんですよ。そういう時にやっぱり下の上で削った方が
その微妙な傾きにね対応できるのでいいと思ってます。形がね完璧にバランスの取れた均整の取れた形だったら直置きでもいいんですけど、そうでない時はこうやってそうじゃない可能性のねある時は下なんかを使って作ります。で今、下の上で水平は取れたので、今度中心ですね。中心が若干ずれてます。中心は傾きはね水平は取れてるんですけど、ちょっと中心がずれてるんで、こういう時は下ごとずらします。下ごとずらすといいかな。よし、はい、そしたら今回ね底が小さかったので高台も小さく削ります。でそこがねもう点みたくなってたんですけど、さすがにそこまで高台の中をね小さくしてしまうとそれはおかしいので、これ若干の無駄ができますが、高台はある程度の広さを取ります。理想はね底の広さと高台の広さがほぼ同一っていうのがベストだとは思うんですけど、さすがにねあの広さだと無理なので、僕はほとんどの場合がまず高台の中から削ります。ここはねやっぱり外から削るっていう人もいると思います。これはそれぞれ意味があると思ってるんで、僕も外から削る時もあるしあります。ただ通常は僕はこう内側から削ることが多いですね。よし、もうちょっと広げようかな。そしたら外側を削っていきます。じゃあ削る時の基本ですね。まずやっぱ両手なるべく固定して、でこれ作品がまずちゃんと中心取れて作ってあるっていうことと置いてあるっていうことを前提の話ですけど、ちゃんと持ってるこのカンナはね平線かきべら、これは固定して、であまり押し付けるんではなくて、出っ張ってるところが回ってくるのを待つ感じですね。常に押し続けるっていう意識じゃなくて、僕は待ってる意識です。こうやってここで当てたらここで固定して待つっていう感じです。出っ張ってるものがやってくるのを待ってる感じです。これをずっと押し付けていると凸凹があった場合それを拾って、いつまでたっても凸凹が消えないっていうことがあります。今回のこの形で言えばそういうことはほとんどないんですけど、底の広い、お皿とかね平らな部分の多い
器を削る時によく起こる現象として、ずっとこう押し当てていくんですね。そうすると表面の凸凹をずっと拾って、いつまでたっても平らにならない、そういうことが起こります。これもね、以前動画でなんてタイトルだったかな、なんか30センチの皿を削るとか、確かそんなような、なんか皿の裏を平らに削るとか、なんか確かそんなようなタイトルだったと思うんだけど、ありますんで、ちょっと一回見てみてください。詳しく解説してます。はい、で今回は、さっきね触ってみた通り、もうここら辺削るだけで済むので、もうこれでほぼおしまいです。あとは高台をね、自分の、僕は自分のちょっと適性というか、僕なりの高台のデザインがあるのでね、こんな感じかな。よし、こんなもんでいいと思います。前回のこの、作る時の動画見て分かると思うんですけど、あまり無駄のない作り方をしているので、削るところも本当に少なくて済みますね。完成。そしたらちょっと僕は削り目を埋めます。これどこ行ったヘラ。この削り目をね、消すか消さないかもね、いろいろ好みとかあると思うんで、削った感じとか、あと、土の感じが良ければ別にそんなことする必要もないし、そこはね、臨機応変にやっていけばいいと思います。別に必ずしもこうやって整えるのがね、削り目を整えるのが正しいってことでもないとは思います。ほとんどのどの工程もそうなんですけど、何かしら意味があるはずなんで、それは自分なりの意味でいいんですよ。自分なりに意味があればいいので、好きなようにやったらいいと思います。いいかな。よし、完成です。早いな。上手に無駄なくろくろを引いておけば、こう削りが簡単でいいですよね。よし。よし、完成です。はい、というわけで鉢削りました。ちょっとあんまり解説することもなかったんですけど、こんな感じです。
今回はこういう朝鉢を作ってみました。よし、OK。いい感じだと思います。はい。今回の動画以外にも、削りに関してね、解説している動画は何本か作ってありますんで、ぜひ、再生リストのね、技法っていうところからいろいろ載ってますんで、そっちから見てってください。はい。それじゃあ今日はここまでで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。